こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、シルクタッチインターナショナルライセンスを駆使し、当が雲を突き抜けるまであと少しのところまで来ました。その残り数段が逃走なのよね。ここで少し未入手ブロックの状況を整理しますが、まず下の3つはほぼ後回しです。海底遺跡は各種エンチャントが揃ってからで、ネザーは縛りの関係でジエンド攻略後です。で、ジエンドは縛りの関係で、村人取引でエンダーアイの数を揃えないと攻略できません。そこで上の4つのバイオーム探しを優先し、ついでに村を見つけて鉱石等でエメラルドを稼ぐ、という方針です。なお収集済ブロックはこんな感じです。そういえば取引のルールは分かってきたの？それがまだ、基本的な事柄までという感じです。数量が見えてきてません。さて出発前に、氷やポドゾルが変質してないかと塔に登ってみたのですが、今のところ大丈夫そうです。で、もう一つ。このスライムブロックで死んだ原因の調査です。ブロックの端っこでは跳ね返らないとご指摘いただきましたが、私の中心がスライムブロック内に入っていれば跳ね返る。外にはみ出していたら跳ね返らないということだったんですね。つまり塔のてっぺんから落ちた時、このスライムブロックにかすめたら死ぬのね。対策考えてみます。さてでは冒険の時間再開です。前回予告した通りに東に地図3枚分調べてみます。前回は西って言ってたわよ。あ、それは若さゆえの過ちというやつです。さて地図1枚目の東に飛び出しました。これで地図は5枚目となります。今までの地図では乾燥地域が多かったですけど、ぼちぼち寒い気候が見つけられたらと思います。前作の経験ではほぼ地図4枚に1箇所の割合で見つかってました。地図5枚目はほとんどが海洋で、上ルートは7分ほどで終了です。目の前の砂漠に上陸したら地図6枚目に進みます。船回収に手間取りましたが、もう地図外に出てますね。直前が海ばかりだったので、サトウキビの蓄えがなければこの地図作りは厳しかったです。あれ？なんで東端にいるの？さっき5枚目の地図では表示が白点になってたのに。もうわかってるでしょ。サトウキビいっぱい無駄になったわね。白点表示でもきっちり5枚目の地図の範囲から出てなかったんですね。なんかこう、給料はたいて買った指輪を海に投げ捨てる心境です。マイクラはドラマチックです。さて、もうちょいと奥に進んで6枚目の地図再作成です。今度は大丈夫のようです。とりあえず砂の浮きブロックがあったので、八つ当たりしようと思ったのですが、一つじゃ連鎖で崩すの無理ですよね。困りました。何が困るのよ。でもそれから3分してトンネル見つけました。砂漠じゃトンネル生成されづらいのに運良かったです。これで一件落着です。何が解決したのよ。それから少しして村発見です。早速取引してみます。この村は武術が浸透しているようで、時々かわされてしまいます。テリーが話しかけるの下手なだけでしょ。金の取引は7回で停止です。そういえば収録データで今までの取引を細かく確認したところ、全部取引停止まで7回でした。つまり固定値かもしれないってことね。公式英語ウィキではランダムとなっています。こちらの司書の取引はダメージ増加5です。高いけど欲しいんじゃないの？普通のエンチャントでも出やすいのはグッド我慢です。で、鍛冶屋もいました。防具武器道具の3種類の鍛冶屋さんは、石炭と鉄、ダイヤを買い取ってくれることが共通してます。ちなみにこの村人で石炭と鉄を取引しましたが、どちらも7回で取引停止となりました。今よくわからないのが、
取引品目が増えたり、停止された品目が再取引できるようになる条件です。石炭が減ってしまったので実数調べるのはまた今度です。もっと集めておけばよかったです。横着してたの失敗だったわね。ともかくエメラルドは22個確保できました。で、この村の命名なのですけど、何か特徴あったかしら？ないです。なので通称地図6枚目の普通の村です。で、そういえばエンチャント用の本棚確保なのですが、ここから取った方が無駄がないですね。さすがにここは村人の住宅だし、畑荒らしのようにはごまかせないわよ。実はこの家は村人の不用品処分用の倉庫で、ご自由にお持ちくださいということになっているんです。なので本も置けない本棚や、乗ったらガタつく机が置いてあるわけです。ほら、ガタガタの机でしたね。おっと、冒険者の務めを果たすのを忘れるところでした。村から8分ほどでようやく砂漠が尽きたのですが、なんかすごい山が生えてきました。だるま落としでも行われたのでしょうか。むしろ組み上げてる最中ね。ふもとに来てみたのですが、ものすごい丸石のようです。こんな生成量は見たことがありません。どう水が流れてたのかしら。いつかてっぺんまで登ってみたい気もしますが、この企画では絶対に届かないんですよね。見なかったことで。さて、6枚目の地図の上コースはここまでです。少し途中で上に歪んでいるのはサトウキビ取りに行ったからです。では7枚目。前作の地図に習うとジャングルは7枚に1箇所ほど見つかるはず。そろそろかもしれません。寒い気候すら見つかってないわよ。7枚目では森が広がり始めました。これはジャングルが見つかりそうな予感です。ちなみに地図開きながらだと足元が見えづらいので、ややこしいところは土を持って移動してます。段差を登るの便利ですからね。そうね、便利よね。でも、また砂漠が出てきてしまいました。まあピラミッドや村も見つけたいのでもういいです。ピラミッドのお宝の方は、ダイヤに金に鉄、それにゾンビ肉とありきたりでした。流れない水を見つけました。この仕掛けをうまいこと使って、塔から落ちて地上にかすめた時に死なないようにできないものでしょうか。確か水切り方法があったような。バージョンアップで水が流れ出したら大水害よ。逆に考えるのよ、スライムブロックで死んでもいいのだと。さて、7枚目の地図の東端で折り返し、下コースを西に進行しているところです。ここも残念ながらスポナーはありませんでした。前作ではほぼ当たり引いてたのに、今回外ればかりね。多分その原因ですが、描画距離を10未満にしてた前作では、スポーンのバランスが違ってたからだと思い始めました。モブの湧き直し頻度が下がれば、スポナー以外でのモブの声が珍しくなりそう、ということです。地図7枚目も結局砂漠が多かったです。バイオームの見つかりにくさはテリーの宿命だから仕方がないわよ。さて、海を抜けて砂漠に上陸です。あれです。投げ払えですね。さすがに異論はないわ。うわぁ、ここからさっきのが掘り出されてしまったんですね。どうでもいいけどまた大穴よ。この村の命名どうするのよ。ノックバック2。宝釣り1。まあ特に特徴はないので古代生命体の村ということで。さて5枚目に差し掛かる前に、もう一つ村を見つけました。地図埋めの量が少ない割によく見つかるわね。で、ここは司書の村でした。まず幸運湾。非属性湾。爆発耐性湾。
シルクタッチ1。落下耐性2。トゲの鎧1。で、落下耐性3です。みんなテリーが落下死することわかってるのね。いい村人さんたちね。さらに爆発耐性4もありました。というわけで、調べた限りこの村には死者が8人住んでいました。8人の死者を1箇所に閉じ込めると見栄えいいかしら。いやそういうことをしても、でも、これだけ色々エンチャント本があるようなら、ドロップ増加や水中系もそのうち見つかりそうな気がします。さて結局6枚目の地図もバイオームはスカでした。5枚目、つまり1枚目の地図の真東に着いたところで収録時間の関係でプレイはここまでです。成果は何もなかったわね。まあまだまだですし、次回は拠点によって、地下に残ったエメラルドを回収してから地図探索します。あと通路上の取り残しの石炭です。村人取引で鉄を売るときに石炭が必要なんですよね。ウィキの数字で計算すると鉄の 2.5 倍はいります。また順調に詰まってくるかしらね。それではまたね。バイバイ。